めちゃめちゃやれてる感じとかもたまらないでしょ。お迎えするにあたって決定的になったところが、この外装がほぼオリジナル。ヘッドレストがついていないタイプのビートルの方が価値が高いとはされてるみたいです。このタイプのシートになっておりますが、僕は全然気にはしておりません。ただ気になるのが、はいどうも、黒ガレージです。今回は僕の愛車の1台であるフォルクスワーゲンタイプ1、皆様にご紹介しようと思います。このビートルは1972年 1200cc のスタンダードと呼ばれるタイプのビートルです。車に関しては愛車を4台所有しています。その4台のうちの1台がこのビートル。このビートルちゃんがね、僕が所有している4台の中で一番最後にやってきた子です。どんな車なのかっていうのをね、軽く皆様にご紹介してから僕が所有するビートルちゃんの紹介をしていこうと思います。このクーレイビートルっていうのは1930年代かな、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーがですね、開発を命じられたポルシェ博士が開発した車だみたいな、世界で一番売れた車なんだとかね、そういう知識はあるんですけど、ちょっとね知識が乏しかったもんで AI ちゃんに聞いてね、ビートルの歴史なんかも含めてね、このビートルちゃんの魅力をちょっと紹介しようと思います。こちらのフォルクスワーゲンタイプ1ビートルはですね、当時の政治とか経済的な背景が密接に絡み合って誕生した車だったりします。1930年代に車がまだね贅沢品の時代にですね、ドイツのヒトラーが国民の生活水準を上げるために労働者でも手に入れることができる車っていうのを求めて、天才技術者だったフェルナンド・ポルシェ博士に製作を依頼したと。その時の製作依頼の条件が、大人2人と子供3人が乗れて時速100キロで走行することが可能、そして安価で丈夫であることっていうことをですね、ヒトラーがポルシェ博士に依頼して開発された車と。累計生産台数っていうのが世界記録がありまして、2152万9464台ということで、2000万台出てるんだ。2000万台作られたっていうことなんですね。四輪乗用車の単一モデルとして世界最多の累計生産台数を記録していると。試作車が1930年に完成し、戦後ですね、1938年からメキシコで生産されるようになった2003年までの間で約65年間、その間にですね、2152万9464台が製造されたと。すげえな。今後ね、僕のスーパーカブちゃんを紹介しようと思うんですけど、スーパーカブもね、世界で一番売れてるバイクだったりするんですよ。僕が一番長く所有してる乗り物かな、それがスーパーカブだったりとかして、今このガレージに眠ってたりもしますが、それと同じようにね、四輪の単一モデルで世界で一番売れた車っていうのがビートルタイプ1っていうことらしいですね。この車の派生モデル、軍用モデルがあったり、一般大衆向けというか商用というか、そういった形で出てくるのはビートルと呼ばれてるタイプ1だけじゃなくて、いろんな派生モデルなんかがあって、1938年からおそらく1970年代後半ぐらいまでが本国ドイツ生産っていう形なんだけど、そこから確かライセンスがメキシコに移って2003年までがメキシコでの生産だったと思うんですよね。なんでメキシコで生産されたタイプ1のことをメキシコビートルってことでメキビーって呼ばれたりとか、そういうようなね区分けのされ方とかもするみたいですけど、僕が持ってる1972年のビートルに関してはメキシコで生産されたものではなく、フォルクスワーゲンがドイツで生産したビートルっていう、僕そこまでそのビートルっていうところには詳しくなかったんですが、この後紹介するねドイツで生産された当時のパッと見で分かる特徴みたいなところは、こっちの方が可愛いなとか、こういう車が欲しいなっていう中で僕がね思い描いてたビートルに近かったんで、この子はね僕のところにお迎えするっていう、そういう経緯があったんですが、とにかくねこの子めちゃめちゃ愛らしいんですよ。なんでね、そういったところの細かいところだったり内装部分ね、これから紹介していこうと思います。はい、ということでこちらのお車いかがでしょうか。グレードとしては 1200cc のスタンダード、しかも右ハンドルっていうところで、今の市場で言うともしかしたら左ハンドルの車両の方が価値が高かったりとかいろいろあるかもしれないんですけれども、めちゃめちゃやれてる感じとかもたまらないでしょ。お迎えするにあたって決定的になったところが、この外装がほぼオリジナル。途中でね補修とかは入ってると思いますけど、お気に入りのポイントの一つだったりもします。こんな感じでね、前のオーナーさんがね家庭用のサビ転換塗料みたいなので塗ったらしいですけど、色合ってますよね。そっからまた派生して塗装剥がれてきちゃってますけど、こんなところでね穴が開いちゃってたりとかっていうところで各所に錆は見えるんですけれども、それでもですね1972年の子だから御年54歳で、僕のところに来るまではね屋根保管じゃなかったんですよ。青空駐車という形で屋根なし保管だったっていう割には多少の錆は出てるけども程度がいい。僕はですね実質3オーナー目でございます。前のオーナーさんもですね、僕がですね仲間に入れていただいている仲間内の一人の方がずっと所有されていて、僕の前のオーナーさんもどういう方が所有していてどういう風に乗られてた
したかっていうのが分かる車両。こちらマイクスさんっていうショップさんなんですが、主治医であるショップさんがですね、そのまま引き継ぎさせていただけるっていうことで、これまでの経緯が分かっているとか、主治医の方がいるとか、そういったところもね、維持していくために必要な見通しっていうところが立つっていうところも、この子をお迎えするっていうところでね、決断ができた一つだというふうに思ったりもします。外装はこんな感じになってるんですけど、これね、またすごいんですよ、トランクルームが。よいしょということで。トランクルームじゃないや。エンジンフードをこうやって開けるとですね、一応点火系はしてあるよと。キャブも一度オーバーホールしているよ。クラッチも一度やっていて、なんていうところで、一通りね、メンテナンスっていうのが定期的にされてきた車両のようです。僕の手元に来てからまだね、こういったところの基幹部分だったり、そういったところも一切触ってなくて、これから少しずつ自分ができる整備をやりつつ、主治医の方に相談しながら、この子をね、長く乗っていける環境づくりしていきたいなというふうに思ってるんですけれども、期間良好、程度抜群っていうことで、僕が触れるようになる日まで太鼓判を押してもらえる状況だったのもお迎えする決断ができた一つかなとも思ってます。これから内装を紹介するんですけど、その前にですね、トランクルームっていうんですかね。よいしょ。ここもご紹介入れようと思います。このビートルすごいんですよ。これ今外れちゃってますけど、ウォッシャータンクがこれで、スペアタイヤの空気圧を利用してウォッシャーから水が出るようになってるっていう仕組みだったりとかですね。このビートル面白かったりするところですよね。配線を剥ぐと結構配線ぐちゃぐちゃになっちゃってるんで、もうちょっと配線綺麗に整えて、車両自体綺麗にしてあげたいなとは思っていますが、リレーがこれだけしかないよとか、配線がこんな感じで全部見えるよとか、でもここにスピーカーがいて、メーターがいて、何がいてって、この裏ダッシュパネルなんですよ。本当に目で見て、どこに何があって、どういう構造になってるかっていうのがもう一目でわかるっていうところが、そういうことねって。ビートルとかこういうね、年式の車だったら、長く維持できるよって、自分でもできるよって言われてるのが、そういうことなんだっていうのがわかるぐらいですね、構造がシンプルで、車いじりというか、整備が素人の僕でもですね、やってみようかなって思えるこの配線、魅力の一つかななんて思ったりもします。このウインカー一つとっても、わかります？この上のウインカーから、ここに配線が来ていて、こちらを覗くとここに配線があってっていうことですね。どこかの何かが壊れた場合、電気関係であったとしても、目視で配線がどこに行っているのかを追うことができると。なおかつ、自分でも触れそうって思えるところが魅力の一つだったりするんじゃないかなというふうに思います。続いて内装をご紹介していこうと思うんですが、見てください。これがね、僕のお気に入りだったりもします。比較的、年式の新しいビートルになってくると、樹脂のダッシュボードに変わっちゃってます。樹脂のダッシュボードに変わると、レトロ感というか、旧車感というか、そういったものがね、結構失われちゃうなっていうのは僕は個人的に思っていて、どうせね、ビートルを手に入れるのであれば、鉄ダッシュとかって呼んでますけど、鉄のダッシュボード、この雰囲気があるビートルがいいなっていう風に思ってたりもしたんで、このビートルちゃんのお気に入りポイント、この鉄ダッシュボードだったりもします。でね、こういったとこも好きなんですよ。これエアコンレスなんで、クーラーとかついてないんですよ。クーラーとかついてないんで、暑い夏でも、これ歴代のオーナーさんたちが窓を全開にしてね、腕を出して体を冷やしながら運転してた名残がこれなんだろうなって思うと、なんかだんだん愛おしく感じるようになってくるんですよ。運転席側に移動してなんですが、このシートに関しては、通称オバキューシートとか呼ばれるのかな。1971年の12月とか72年の頭ぐらいからヘッドレストが義務化になった関係でこのタイプのシートになってます。一応より価値が高いとされるのはベンチシートっていうんですかね、ここまでのねヘッドレストがついていないタイプのビートルの方が価値が高いとはされてるみたいです。ちょうどその切り替わりの年のビートルだということでこのタイプのシートになっておりますが、僕は全然気にはしておりません。ただ気になるのがこの辺り、わかりますかね。はい。剥がすとですね、おそらくシートが破れてスポンジがなくなってフレームだけになっちゃってるような状況があるかと思うので、このシートはですね、どっかのタイミングでフルレストアというか綺麗にしてあげるようにしたいなというふうに思ってます。意外とですね、このステアリング、今はねまだ気温が上がってくる前だからいいんですけど、夏場のね湿度が高くて気温が高い状態だったりすると、このステアリングがですね結構ベタついてきたりもするんですよ。なんでこのベタつきの対策をしてみたいななんていうのを思っていたり、どんどん良くしていってあげたいななんていうふうに思ってますが、今後の動画楽しみにしていただければと思います。でね、特にここいいですよね、この感じ。レトロな可愛い車乗ってるぜっていうのが常に感じることができるこのダッシュボード、めちゃめちゃ可愛かったりします。このラジオに関しても当時のラジオだと思いますが、しっかり音が出るっていうことで、これはこのまま残しておきたいし、当時の純正の雰囲気っていうか、崩すことなく維持していきたいなというふうに思ってます。なのでちょっとね、僕が個人的に思うところがここなんですが、はい、ちょっとキーをオンにします。油温メーターと油圧メーター、これがですねちょっと現代っぽいものに変わっちゃってるんで、これまだちょっとまだまだ先になると思いますが、レトロな
なメーターを追加でインストールできるように手を入れたいなと思ってるところはいろいろあったりします。フロアマットもこんな感じです。よいしょ。フォルクスワーゲンの当時物のですね、フロアマットが残ってたりもしますが、こういうところのマットっていうところは内装をきれいにするタイミングで新しくしてあげてもいいかなとか、センターのこのトンネルのあたりとかもね、赤いマットがですね、色あせてしまってたりもするんで、こういった内装のですね、方もきれいにしていきつつ、外装はね、味のある雰囲気を残しつつ、楽しくドライブがしていければいいかななんていうふうに思ったりもします。外装とお気に入りポイントをサクッと紹介してみましたが、エンジンをかけてエンジン音、排気音、皆さんに聞いてもらおうと思います。エンジンは指導性抜群、しかも安定してアイドリングしてくれてるのがわかるかと思います。はい、ということで、動画を見てる皆さんと一緒にドライブに行こうと思います。助手席に乗ってる雰囲気を味わってもらうべくですね、こんな画角でですね、ドライブしながらあれこれ喋ってみようというふうに思います。めちゃめちゃ程度がいいというか、指導も一発で気持ちよく走れますね。活動拠点を出てドライブ行ってみようと思います。キャブ車独特の音というか、ヒュル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 っていう排気音もね、個人的に大好きなんですよね。この子はマニュアルで、4速マニュアルですね。こんな感じで走ってますが、ほんと50年前の車の感じがしないね。ボディ剛性だったり、足回りのしっかりしてる感じ。さらにね、このブレーキっていうのは、ブースターって言って、エンジンの風圧を利用して、ブレーキの力をね、強めるような、そういうものがついてない車だったりもするんですけど、特にブレーキにも不満がなく、で、4輪ともドラムブレーキだったりするんですけど、そのドラムブレーキである弊害っていうのもね、こうやって街乗りで運転する分には一切不満感じないですね。幹線道路上を60キロ前後ぐらいまで、場合によっては高速道路の80キロぐらいまでの速度であれば、加速だったり、エンジン出力だったりっていうところに不満を感じることなくドライブができます。クラッチは事前にオーバーホールされていたということで、クラッチの繋がり方とかですね、感触もめちゃめちゃ良くて、1200cc の空冷エンジンということで、クラッチの一速での繋ぎがり方とか、神経使うんじゃないかっていう風に結構皆さん思われてるかもしれませんが、下手したらちょっと調子の悪い軽トラとかの方が全然発進しにくかったりもするぐらい、トルクフルでですね、しんどくなるようなことがない、クラッチとミッションとエンジン出力、そしてトルクの太さっていう感じですね。世界でね、一番生産された車というだけあって、その長年の歴史の中で培われた安全性とか信頼性っていうところがね、絶大なものなんだろうなっていうふうには思いますね。いやー、ちょうどいい季節ですね。4月の半ばなんですけれども、25度まで上がらないぐらいのこの気温のこのいい感じの気候でね、車を流すとめちゃめちゃ気持ちいいですね。でね、またね、僕のこの活動拠点周辺はですね、適度に田舎であるということでですね、旧車をね、流して乗るには最高な環境ということで、旧車好きの人にとってはとってもいい環境なんじゃないかなというふうに思います。ということでね、せっかくなんでここの直線部分を使ってね、走っていく映像なんてのをちょっと撮ってみようと思います。こ
な感じでですね、僕の愛車のビートルちゃん紹介していきました。普段よりね、テンションが高くなって喋ってしまったかなというところではありますが、とても大事に大切にしていきたい愛車の1台ということで、こちらのお車紹介していきました。今後はですね、現状を維持しつつ良くしていく動画ご紹介していこうと思うので、楽しみにしていただければと思います。このチャンネルはですね、とりあえず何でもやってみるっていうのをテーマにですね、自分自身の人生を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャンネルを目指しております。このビートルちゃんも今後より良くしていくためにですね、あれこれ動画撮ってまいりますので、気になる方はぜひともチャンネル登録していただければと思います。最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。いやー、さすがに気持ちいい。この子めちゃめちゃ気持ちいい。そしてね、雨が降りそうだから雨が降る前にお家に帰ります。